はい、今日はですね、ホンダのレベル 250S エディションを59万円で購入したという話をさせていただきたいと思います。まず、このバイクの正規の価格を見ていきたいと思いますが、ホンダのサイトではですね、車代が63万8000円という金額になっていますが、実際、周りのホンダドリームさんに、問い合わせしたところ、当然ですけれども、バイク本体以外に手数料とか自賠責保険とかは別途かかってきますので、総額は約68万円という金額になっていました。で、次、中古車も見ていきたいと思います。中古車の場合はグーバイクというサイトで調べたんですけれども、つけてるオプションにもよるんですけれども、高いバイクは本当100万円超えてしまうんですが、あんまり、オプションをつけてない場合はだいたい70万後半から、80万、くらいになってるんじゃないかなと思います。で、今このバイクはとても人気が高くて、中古車は新車価格を上回っているという状況が実際起きています。なので、新車よりも10万程度、高くなっているんじゃないかなと思います。今回は、私が買ったバイクの価格を公開します。購入総額は63万6200円になっています。こちらは、自賠責保険5年間の保険をつけているので、もし1年とか2年にした場合はもう少し安くなるんじゃないかなと思います。じゃあ、59万じゃないんじゃないかというツッコミは受けるんですけれども、実はですね、ここに書いてある通り、いろんなオプションをですね、つけていまして、ETC、と、ハニケンサのハンドル、そして USB ポートをつけているので、合計金額は44,550円になっているので、それを除いて考えると、本体のみの価格は、税込みで59万1650円になっています。どうでしょう。さっきの、正規価格よりもだいぶ安く、購入できているんじゃないかなと思います。この理由はここにある、値引きにございます。実は本体値引きを、12万3000円の値引きをしてもらっているので、なのでトータルの金額はだいぶ安く抑えることができています。で、まずはちょっと僕のバイクを紹介させていただいて、その後購入方法もご紹介したいと思います。はい、これは今回購入したレベル 250S エディションでございます。色は、マットアクシスグレーメタリックです。で、いわゆる艶消しのグレーですね。個人的に、この色は結構好きです。シートはダークブラウン。この組み合わせも結構、好きかなと思います。今回はお店側にいくつかのオプションを、お願いしたので、ちょっとご紹介をさせていただければと思います。まずは、ハンドルですね。純正のハンドルだと、やや前傾姿勢になるので、長時間なのでちょっと辛いですということなので、ハリケーンさんの、ハンドル、純正に比べると4ミリほど、手前に来るというハンドルに変えました。おかげさまで、かなり楽に乗れるというふうに感じています。もう一つは USB ポートですね。2口のやつをつけてもらいました。こちらは、ハンドルと一緒に、作業するので、部品代のみ3000円で、つけてもらいました。あとは、ETC ですね。はい。USB ポートもそうなんですけど、電気に関わる部分は、ちょっと配線がやっぱり難しくて、素人の私には厳しいかなと思って、この辺はプロに、お願いしました。どうでしょう。全体的には綺麗にできているのかなと思います。ちょっと唯一気になっているのは、ここの部分ですね。
車台は500と同じなので、エンジンが小さくなる分、やっぱりそこがですね、エンジンのところはスカスカに見えます。ちょっと気になっているので、後でエンジンカバーとか、つけてみたいなと思います。はい。あとはもう一つですね、USB ポートじゃなくて、USB スマホホルダーですね。ここは、自分で、Amazon で、2200円で購入して自分でつけました。作業自体は10分ほど、でできたので、簡単だったのかなと思います。次は、購入方法についてお話をしたいと思います。実は、同じ GoBike というサイトでお店を調べました。ここでまず住んでいる地域に、絞る必要がありますので、私は東京都に住んでいるので、ここでは、東京都に指定しています。そしてやったもう一つは支払い総額のところで、安い順で並べてみました。その結果、いろいろとですね、お安く、購入できる店が、上位に上がってきています。ただ、ちょっと怖いのは、金額は安いんですけど、サポートは全然いけてないとか、そういうところもちょっと怖いので、実際購入する前にですね、口コミを調べていました。私はよく使う、口コミは、Google マップですねの口コミを、よく参考させていただいていて、この店に関しては、点数は 3.7、そんなにすごい高い、というところでもないんですけど、ただ29件の口コミの内容を見ますと、もちろん悪い、口コミもあるんですが、全体的には、良さそうな感じなので、ここで、購入することを決めました。ただしかし、待ち時間の差というのがですね、やはりありまして、私が問い合わせした時点ではですね、ホンダドリームさんよりは3ヶ月遅れて、納車することができるということが分かりました。ホンダドリームさんで、元々の金額で、買うのか、それとも3ヶ月、待って、12万の割引が効いた金額で買うのかというところですけれども、自分の財布と相談して、結果的にはこちらの店で割引の、効いた金額で購入することにしました。ただ途中でですね、いろいろ起きていて、注文した時点ではですね、半年の待ちで、納車できるという見込みだったんですけれども、コロナが、かなり深刻になりまして、コンテナが足りない。そして最後に半導体が足りない。半導体については別にバイクだけではなくて、車とかパソコンとか、いろんな業界に影響を与えてるんですけど、バイクにもですね影響を与えてしまって、結果的に、予想以上に遅れてしまったという結果になりました。で、最終的には約9ヶ月、8ヶ月20日間ですねで納車することができました。ただ金額は非常に安く、抑えることができているので、トータルではかなり満足しています。